不動産屋さんの階段へようこそ。たまにマンションで建物全体の中心部が中庭のようにぽっかり空洞になっていることがありますが、なぜなのかなと思います。そこに何も建てられない理由があるのでしょうか。さて、これは現在九州地方にお住まいの仮名ですが、伊藤さんという主婦の方からいただいたお話です。今から数十年前、伊藤さんが30代前半ぐらいの頃で、ちょうど上のお子さんが幼稚園の年長ぐらいの時だったそうです。幼稚園で知り合ったママ友たちの中で、伊藤さんの家の近くに住む英子さんという方がいました。気さくで社交的な英子さんは自宅のマンションによくママ友たちを呼んでお茶会をしていたということでした。ある日、伊藤さんも英子さんにそのお茶会に誘われ、初めて英子さんのマンションを訪ねました。それは10階建てで、当時は割合新しいモダンな作りのマンションでした。このマンションは今でも存在するので、特定されないようにここでは詳細は省きます。伊藤さんがそのマンションの1階の正面玄関に入ると、一瞬かすかにゾクッとし、気味が悪いと感じたそうです。薄暗いからかとも思いましたが、伊藤さんはその時何かが不自然に感じました。それがなぜかはすぐには気がつかなかったのですが、つい最近になって、あれはそういうことだったのかと分かってきたということでした。さて、その英子さんの部屋は5階で気持ちよく招き入れてくれたのですが、伊藤さんが部屋の中に入ると、やはり薄暗く、日当たりもあまり良くなく、空気がどんよりと重い感じがしました。間取りは 3DK でしたが、一つ一つの部屋が狭く、決して居心地が良いとは言えませんでした。でも数人のママ友がすでに集まっていたので、お茶会はそれなりに和気あいあいと楽しめました。それからというもの、だいたい週1回は必ずみんなで英子さんのマンションに集まっていたそうです。でも伊藤さんは英子さんのマンションに行くたびに、やはり妙な違和感を感じていました。ただある日、その違和感の理由は、ひょっとして建物の構造なんじゃないかなと思ったそうです。実はそのマンションの建物の作りが少し変わっていたのです。建物全体のちょうどど真ん中にあたる部分が1階から10階の天井まで空洞になっていたのです。つまり大型マンションで稀にある吹き抜けになっていたのです。各階ごとにその空洞の周りをぐるりと共用廊下が囲み、各部屋もその廊下に接してぐるりと外側に囲む形でありました。伊藤さんはその珍しい作りに違和感があっただけなのだと思いました。ただし何とも言えない不自然な重い空気感は単にその建物の作りから来るものだけとも思えない面がありましたが、その時は深く考えなかったそうです。そんなある日、いつものように伊藤さんが英子さんのお茶会に参加していた時でした。4、5人のママ友たちと伊藤さんが話をしている最中、英子さんが突然、ねえ、ちょっと先日怖い話を聞いたのよ、と言って妙な話を聞かせてくれました。数日前のことを英子さんはよく知る保険の外交員の女性にマンションに来てもらったそうです。するとその保険外交員の女性がいつになく何かに怯えている様子で、どうしたのかなと思っていると、女性はいきなり「英子さん、信じないかもしれないけど聞いてくれますか？私は実は霊感があるんです」と意外なことを言い、今ここに来る途中、このマンションの前の通りにたくさんの幽霊がうようよいて道を塞いでいたんです。
だから霊をかき分けてここまで上がってきたんです。と真剣な顔で言いました。話によるとその霊のほとんどがどうやらこの土地で亡くなった人の亡霊らしいとか。そんなことを急に言われても英子さんはにわかには信じられませんでした。でも少し動揺した英子さんは気になったので、それで同じ近所に住むママ友たちにこの辺一帯にそういった幽霊や異道の噂がないか聞いてみたそうです。残念ながら誰もわからず、伊藤さんも最近このエリアに引っ越してきたばかりで、当時は土地柄をよく知らなかったのです。でもその後このエリアの小学校やその周辺の土地では、昔歴史にも残る大きな合戦があり、たくさんの人が亡くなり、埋められた土地でもあることを知りました。この同じエリアに関する別の体験談を私のサブチャンネルで屍の土地というタイトルで配信していますので、ご興味のある方はぜひ聞いてみてください。さて伊藤さんは英子さんの話を聞いて、このマンションはそんな場所だったのと驚きましたが、この周辺で幽霊を見た話は聞いたことがありませんでした。それから月日は流れ、伊藤さんのお子さんも幼稚園を卒業し、それを機にママ友たちとのお茶会もなくなり、いつしか英子さんのマンションを訪ねることもなくなりました。でも伊藤さんは英子さんとの付き合いが疎遠になったにもかかわらず、時々ふと彼女のマンションのことを思い出すことがありました。それは保険外交員の女性が見た幽霊の話とは全く関係なく、何か別の理由で引っかかるものがずっとあったからでした。やはりマンションの建物の真ん中が空洞の作りだったことが伊藤さんには引っかかったのです。なぜならちょっと妙なことを思い出したそうです。空洞の部分の1階はそこだけなぜか土が盛ってありました。でも10階の天井部分は塞がれていますから雨も降らないので、なぜ土を盛ってあるのかが伊藤さんは不可解でした。その盛り土はなぜか不自然に映り、どことなく気味が悪くも感じました。ところがそれは何年も経ってからつい最近になって理由が分かってきたのです。マンションの最上階の10階まで各階は内廊下で空洞の部分を囲んでいる構造ですが、その最上階の廊下の手すりを越えてその空洞の部分に飛び降りて命を絶つ人が後を絶たなかったそうです。これは噂の一揆ですが、飛び降りた着地点にあえて土を盛っておいたようでした。以前はおそらくむき出しのコンクリートかタイルで人が飛び降りたらかなり悲惨な状況になったのだと思います。話によると人間の体は高いところから飛び降りた場合、熟したトマトが潰れたようになるのだそうです。それも1回ではなく数回続くと、さすがに管理会社も住民も辟易し、とにかく地面に盛り土をすれば衝撃を吸収でき、後始末も楽になり、ダメージが少なくなると考えたのだと思います。伊藤さんは今になって、だからかとそれに気がつくと背筋がゾクッとしたそうです。飛び降りで亡くなった人の無念がそのまま地面に吸収され、マンション全体に負のエネルギーを充満させていたのです。だから毎回伊藤さんが訪れると不自然な重い空気を感じたのかもしれません。そういう飛び降りを呼び込むのも、マンション前にたくさんの霊がうようよいるのも、そもそもこの土地柄が異道で負の念を呼び込むからだったのかもしれません。そのマンションの最近の写真を見せてもらうと、いまだにたくさんの人が住んでいましたが、写真からも伊藤さんが言う通り、
不気味な雰囲気は見て取れました。今でもマンション前の通りにはたくさんの霊がうろついているのかもしれませんね。なお私の最初の疑問ですが、中心部が空洞のビルは一見広さを犠牲にしていますが、日当たりや風通しが悪い部屋や窓のない部屋がなくなるなどのメリットの方が大きいとは聞きました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。